こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。今回は5スター物語18巻の補足動画だぜ。待ってました。毎月の動画で話せないこと、多かったものね。今回はネタバレありなので、まだ読んでない人は要注意。それでもいいよって人は、ゆっくりしていってね。まずは全体の感想なんだが、これってものすごくいいところで終わっていないか？演出でいうところの引き、クリフハンガーってやつね。そうそう。最初期の構想から約40年かかって、ヨーンがミラージュ騎士になって直命を受けて GTM と戦闘兵器としてのファティマを目の当たりにして、っていうすごいシーン。リアルタイムでは面言で話をしていたな。この衝撃を単行本派にも味わって欲しかった。読書体験が希釈されるようなことはしたくなかったんだぜ。さすがにモルフを隠すのは難しくなっているわよね。何しろ今月のニュータイプの表紙にデカデカと出ちゃってるもの。今月はデコースとの決着、だと思われていたからな。そういえば19巻ってすでに用意しているんだっけ？実はかなりストックがある。これが18巻以降の連載。溜まっているわね。だろう、私も18巻を読み終わってからすぐにチェックしたぜ。おそらくあと半年もしないうちに、単行本1冊分くらいのストックは溜まるんじゃないか？希望的観測だと、年内にもう1冊出てもおかしくないと思う。そうでなければ長野先生は19巻準備中なんてコメントしないと思うぜ。確かにそうね。18巻と19巻のスパンを短くするために原稿を貯めていたのかしら。それはありそうな話だな。ともあれ、18巻は大愚の最後の戦いとヨーンの騎士叙任で終わった。どちらも続きのエピソードが残っているわね。そう。この後、あらかじめ定められていた歴史の通り、大愚が死んでジークがフィルモアの皇帝となる。そしてヨーンはというと、デコースを倒すという大目標が残っている。18巻と19巻の間隔が短そうなのは、エピソードとしてのつながりを重視したからかもな。19巻は2人のエピソードの決着で終わりそうね。そして20巻はいよいよあの44分間の奇跡から始まる。どうだぜ？この構成。ありそうだろう。綺麗といえば綺麗よね。その後に時の歌目と和の歌目でカーマン島解放戦。マジェスティックスタンドでボスヤスフォート撃破、難民都市砲ダウンでエピローグだから、まだまだ終わらないわよ。本当に6話は長いな。これだけのエピソードを畳み切るのだからすごいと言うべきか。運命の三女神、アトロポスのエピソードもフロートテンプル動乱でサタン登場から、カステポーの地上戦、ヤクトミラージュ効果っていうすごい構成だと思ったけど、6話のスケールはそれを軽々と超えてくる。そうね。7話以降も用意されているから、もう楽しみとしか言いようがないわ。さて、そろそろ本題に入ろう。18巻の見どころについて話したい。どこからにする？まずは大愚関係。特にあのファティマのリレー通信で聖壇を貫く花の道を作るシーンだぜ。あれすごかったわよね。映画ゴキックメイドでも語られた花の道。長野先生には、設定変更の長期救済明けから、この着地点、明確なイメージがあったんじゃないかな。だからファティマの名称を AF、オートマティックフラワーズに変更したんだと思う。その割にはみんなファティマって言ってるわよね。GTM とは違って、ファンの間でも作中でも浸透しなかったな。やはり AF っていう語感が良くないし、何より長すぎるのが問題だ。ネーミングセンスに優れた長野先生らしくないわよね。だからファティマのリレーで花の道を作るって展開から逆算してネーミングしたんだと思うぜ。花々というにふさわしいファティマのファッションショーだったよな。これは30年以上書き溜めてきたデザインがあるからできる、超絶ハイカロリーな贅沢エピソードだ。それ。縦長のコマがずらっと続くこの構図、本当にすごいわよね。こんなのどんなに即筆な作家でも、いきなり書くことはできないわ。5スター物語の積み重ねが如実に現れたエピソードだと思うぜ。大愚の遺言を伝えるための通信だけど、同時に大愚の壮烈だよな。これだけの見せ場を用意して大愚を退場させるのね。そしてギリギリのところで大愚が本音を吐露するのもいい。こんなにたくさんの花々に飾られる大愚だけど、クリスティンとの花壇にだけは決して花が咲くことはない。本当は一番咲かせたい花だったのにね。だからギリギリのところで自ら助けに出て行ってしまうっていう、おおよそ皇帝らしくない非合理的な行動をする。これで寿命を減らしただろうけど、何のイベントもなく衰弱し続けて、志半ばで倒れるよりよっぽど良かったと思うぜ。この後、単行本未収録のジークと交代したり、クリスティンが見とったりするエピソードもいい。長野先生の新境地。しっとりした、いいシーンがあるんだ。単行本派の人は楽しみにしていてほしい。そうだ、目立つところといえばブーレイ関係もデザインが一新されてたわね。2巻、3巻の頃のような、いかにも殻をかぶって中身を隠してます。って感じのデザインから一気に高性能 GTM って感じになった。モーターヘッドの頃の剣道みたいなデザインの方も好きだったが、こっちもいい。
ハイクラスの傭兵向けって感じだよな。コーラス戦で色付きはだいぶ数を減らされたけど、聖壇のあちこちで暗躍していたんだろうな。しかもリーダーのドリューゼレがアマテラス家の人間っていうのも無国籍感すごいわ。かつての赤はラルゴケンタウリの機体だったけど、なぜかサイレンで出撃したから残ってたんだよな。あれこそ感情というか市場の爆発でしょ。素性を隠して秘密工作しているのにサイレンで出て行ったら台無しよ。それについては思ったよりも大丈夫っぽい。サイレンは輸出されているからな。マウザーもポケットマネーで手に入れて、デモールのテスト戦で使っている。じゃあ、対外的には輸出されたサイレンでコーラスサードを襲撃したってことになるのね。表向きはそうなる。当然コーラスとかも本当のことは知っているだろうけど。本当に入り組んでるわね。さて、今回は久しぶりにボード・デュラードが出てきた。こういうのは嬉しいよな。でも彼は7話では死んじゃうんでしょ。絶対に謀殺されてそう。5スター物語では人の生死が歴史で決まっているけど、重要人物はかなりフォーカスされる。今回の大具がいい例だし、ボードも相当な私服が取られると思うぜ。あんまりウェットにしなかったバランシェのエピソードも、今の演出力だったら、もっと長大なエピソードになっていたと思う。確かにそうね。今だったら過去エピソードを追加して単行本1巻分くらい使いそう。そうだ、分かってたら教えてほしいんだけど、大具の騎士だけがかかる不治の病の正体って何だったの？体が徐々に動かなくなる病気だな。騎士の力を使うと進行する。アマテラスはこれをとある目的を持たされたタイマーといい、長い時間をかけ、もう一つの寿命が目を覚ますと言った。それがわかんないのよ。簡単、ホムラの女皇帝が広めたエンハンスドヒューマンの血の遺伝能力がなくなるタイマーだ。だって聖壇歴1万、8097年のアドラーで騎士が生まれていない。バナロッテ・ナフマーニャもモンド・ホータスも騎士を名乗っていたけど戦闘力は人並みだった。確かに、ソニックブレードとか使ってなかったわ。つまり、聖壇中に散らばった騎士の血はいつしか消えていくよう、あらかじめ設定されていたんだ。その予兆というか、タイマーの進行度合いを示すのが大具の体に現れた症状なのだろう。そういう意味だったの？確かに長い時間をかけて騎士の血がなくなっていくと考えると、そうかもって思うけど、病気じゃないから治療できない。そういうことだと思うぜ。この症状をきたす騎士が増えていき、ある時から騎士が一切生まれなくなるのだろう。じゃあ、新しい寿命っていうのは？聖壇歴1万、8097年の人類は、現時点のジョーカー人の半分しか寿命がない。つまり150年だ。それでも長いけどな。これが超人も妖精も巨人もいなくなった後の時代のジョーカー人か。私も連載時はよくわからなかったんだが、単行本を読み返しているうちにひらめいた。もちろん、答え合わせがいつになるのかは不明だけどな。さて、次の見どころはドアランデ・アステルーテとレレイス・ホトウのエピソードだ。これも連載中は情報が断片的でわからなかったわよね。扉への情報を整理して、00がレレイス・ホトウのふりをしているとか、ドアラの居場所なんかを考えてたわ。でも単行本になると一気に読めるからあんまり悩まないで済む。単行本が出てもリアルタイムで投稿した、この動画で語った内容とほぼ変わらないな。単行本派の人は扉絵で答えが分かっちゃって、もやもやする時間がないから、一気にいろんな設定が出てきたって思うんじゃないかしら。海縁とかトワイスカテリ数奇鏡とか、オリジナルのレレイスホトウとか。その辺はこの動画を見てほしいぜ。大体整理できると思う。なおドアラの件だけど、これは単行本でも一切情報が出ていない。クージャテンパラーとか全くの謎よね。あまりにも唐突。単行本時点では、バランシェ・ファティマの一人、ドアランテ・アステルーセがスタント優勢の不定出現太陽系バスターの第6惑星、シャグジャグリ島ってところにいて、クージャテンパラーとかいう、ブレンパワードみたいなデザインのなんだかわからない存在とコミュニケーションをとっている、ということだけわかればいいと思うぜ。でも気になるわ。あれな。わけわからないのは人類には理解不能な、わけわからない存在だからなんだ。それはトートロジーよ。設定的には、この構成バスターというのは超太古の歴史と関係してくる。モナークセイクレット関連だ。そういえば、動画で語ってたわね。詳しくはこの動画をご覧くださいだぜ。ただ、少しだけかいつまんで考察した内容を紹介するぜ。ドアラがいるスタント優勢は、カラミティゴーダースキニー次元から B キュル人を呼び寄せていたベストラル星系のものなんだ。モナーク人は別次元からの侵略に対抗し、長い戦争が始まる。この戦争のせいでカラミティ星は荒廃し、モナーク人はカラミティ星のマントルを加圧している。その影響のせいでカラミティ星が最も星の寿命が短くなってしまっているのだろう。大具が帝国の引っ越しを急ぐ羽目になったのは、超太古の戦争が原因だと思われるぜ。そしてモンソロン期に B キュル人を呼び寄せていた存在が明らかになる。超古代の別文明の名残、ベストラル聖域のモイキュードという謎の存在だ。
人類とは異なる存在なのでコミュニケーション不可能とのこと。だから惑星シャグジャグリ島は、わけわからないのね。人類にはコミュニケーション不可能でも計算機人間のファティマならコミュニケーションできるのかしら。現時点では顔見せって感じ。そのうち語られるだろうぜ。ドアラ関係のエピソードはジョーカー太陽星団の歴史と密接に関わってくると思われる。これってハードな SF よね。理解できない相手との遭遇はソラリスを思い出すわ。さて最後にヨーンとデコース、そしてアイシャとチャーの話をしたい。これ、毎月の限定動画で話していたけど、まとめて読むと印象変わるわね。連載を追っているし、切り抜いて保管しているけど、単行本になってまとめ読みすると新たな発見があるんだよな。特に過失がなくても面白いところだ。ここからは限定で話すくらい、人によっては物議を醸しそうな話になるんだが、それを踏まえて楽しんでほしい。まずはヨーン。彼については誤読の可能性がないレベルで丁寧に内面が語られているので、今更語ることはない。そうね、本当に大きな過ちを犯してしまって、それでようやく我に返ったって感じだわ。ヨーンについては愛者に限らず、周囲の人間はやきもきしているんだけど、聞く耳を持たないから手の施しようがないって状態なんだよな。あの桜子ですらできることがないって言っていたくらいだものね。本人に自覚がないのが問題なのよ。うすうす気づいていたのに、問題があることそれ自体から目を背けていたことも問題。その代償として死にかけて、パルスエットを失ったわけだ。絶対にネタバレしたくなかったから一般公開の動画では避けていたわね。で、ここからは推測なんだが、なぜデコースはヨーンにとどめを刺さなかったのか。ヨーンが苦しみ後悔しながら死ぬのを期待していた、と思われがちだが違うと思う。なぜなら巴が現地に残ったから。確かに。なんで残ったんだろう。おそらく巴はヨーンが死なないよう、助けが来るまで邪魔が入らないようにしていたんじゃないかな。巴はヨーンが愛者たちに助けられたのを確認して、その顛末をデコースに報告したと思う。デコースはヨーンが立ち直れるか試したんだ。ああ、ありそう。で、巴は多分デコースにそうしろと言われたんじゃなくて、勝手に気を回したと思う。これも勝手な推測だけど、巴ってデコースに気があったんじゃないかな。もしかしたら男女の関係だったのかも、って思う。忘れている人も多いけど、巴ってもともとファティマ嫌いなんだ。デコースも似たようなもの。確かにそうだったわ。巴がヨーンを罠にはめたのは、バッハトマの忍者としての業務というより、弟子が自分の男を殺そうとしている男に惚れてたのが許せなかったから、って市場がドライブしているように思える。じゃあ、これって忍者の足抜けの話じゃなくて、巴とアーリー・ブラストの惚れた男を巡る女の確執ってこと？そういう一面が見えるんだよな。巴がデコースに剣を投げた時から怪しいと思ったんだ。デコースはこういうのいちいち指示しないタイプじゃないかな？だから、巴が気を利かせてヨーンの静止を確認するのも予想してたと思う。ああ、なんだかありそうな気がしてきたわ。そしてエストの推測に対して、デコースはあからさまに変顔をして褒めてみせただろ？これは明らかに分かってないなって皮肉だ。で、その後、いきなりミーストの階層が差し込まれて、エストの飼育モードが精神崩壊防止の貝パッチだと教えてもらっている。ここでデコースは、ということは、と、会話を繋いでいる。ここであえて書かれていないのは、逆にバーシャの時はエストである時のことも忘れているのですか、と問いかけたのだと思う。ああ、なるほど。だからその後に真顔で、今までにない哀れみを込めたような表情で人生は面白い方がいいってセリフに繋がる。バーシャにとってみれば行動を共にしたヨーンが死にかけたらショックだけど、エストはそれを認識できないからな。エストはヨーンがひどく死にかけても気にも留めない。人形は哀れだなって感じだ。そしてもう一つ、ヨーンがもし立ち直って騎士として挑んでくるのなら楽しみは残るって感じじゃないかな。なるほどね。このあたりは結局、主を失ったエストがどういう挙動をするのかによる、何しろエストは前の種であるロードスを切ったデコースを今の種にしているからな。このあたりのマインドはさっぱりだ。本当に魔女よねー。自覚がないのが立ちが悪いし怖いんだよ。そして、この自覚のなさという点においてあと二人、語るべき人物がいる。誰？アイシャとチャーだ。二人は全く似ていないようで実はめちゃくちゃ似ている。アイシャの紹介動画と被るが、ここでは限定動画でも話した内容を含めて話をしようと思う。まずこのコマを見てくれ。00がヒュートランのマスター、つまりチャーを腹黒く恐ろしいと言っている。スルーしちゃいそうなほど小さなコマだけど、これはめちゃくちゃ重要だと思うぜ。そういえば不思議ね。チャーハ直情的で、あたふたして、計算なんて全然してない感じなのに。それはアイシャとジークの会話を見ればわかる。この二人の会談、実は連載では2ヶ月に分かれていたんだ。ジークの前にアイシャが現れて、ジークの怒りが爆発したシーンで一旦終了。
この時、リアルタイムで追っていた読者は、次の連載でジークに対して愛者が経験ある政治家として王族として騎士として、堂々とした態度で受け答えすると予想していた。ああ、そうだったわ。単行本だと繋がっているけど、でも実際は違った。当初は政治家らしい受け答えをしていた愛者がいきなり弱音を吐いて泣き出したからだ。これにショックを受けた人は多いはずだ。確かに。そしてその様子を見たジークは矛を収めて、愛者のことをチャー先輩と同じだったという。なんとなくで読んでしまう人も多いと思うが、ここは無粋を承知で彼女の心を手繰っていこう。愛者はどういう人物かというと、幼い頃にアマテラスに見せられ、絶対に手に入らないと知りながら騎士や政治家として活躍し、王族の義務である結婚もしなかった。その結果、王族のパワーバランスの乱れを防ぐために妹のチャーが生まれ、両親が爆殺され、サリオンの宮廷動乱に繋がったのは以前挙げた動画の通り。愛者という女性は、女性ながらに、男性でもできる活動を男性以上に有能にこなすことで評価を得ている女性と言える。その代償が先ほど述べた大トラブルだ。確かに愛者は男に負けない強い女って感じだけど、そういう生き方の周囲への影響が大きすぎるわ。しかも、そうやって努力して後天的に身につけた高い能力は、彼女の本当の強さ、持ち味ではない。愛者の本質がチャーと一緒ということは、人の心を溶かす能力を持っているということ。その融和的な力こそが強い騎士を輩出する高断的の女性の本当の力なんだよ。チャーが無自覚にメヨーヨと同盟を結んだように？そう。だから008チャーを腹黒いというわけだ。無自覚に利害関係を超える大きな成果を取っていく。こういうことができる女は、自分の可愛さに自覚的で、うまく使いこなしているタイプの同性。例えば00の目からはずるいと映るところじゃないか？今回、愛者もまた無自覚に人の心を溶かすという特性を持った女性である、というのがはっきりした。愛者が泣いて本音を吐いた時、ジークはひょっとして毒気を抜かれたんじゃないかな。愛者は騎士として活躍するよりも、王族として子供を残し女性政治家になった方が王朝的には本来は良かったと思う。でもアマテラスに心を奪われちゃったから、そういう生き方ができなかったのよね。愛者はアマテラスという最高の存在に出会ってしまったため、できるだけ近づこうとして、道を踏み外し、本質から外れた生き方をしてしまったかわいそうな女性だと思う。愛者が容易に肩入れしたのもわかるぜ。でも気になるのはこういう情緒に訴えかける系というか、女の武器を使う系の王族というか政治家って、そんなに重要な存在なの？愛者やチャーの人の心を溶かす特性を、女の武器というのはちょっと語弊があるけど、それでも明らかに異質だろ？これまで作品に登場した女性政治家ってゲルバー女王とか、ノンナ・ストラウスとか、バキンラカンの女帝は解放とかだけど、みんなキャリアウーマン型で男社会で勝っていくタイプだったぜ。だから彼女たちの性別が逆転して男になっても、何も問題がない。男でもできる機能を果たしているからだ。歌目夫婦とは？めっちゃ女の武器使ってたけど、あれは女の武器の中でも低レベルで、女体を自覚的に政治に使っただけ。大具に性的アピールしても意味などないって分かっていたのにな。むしろクリスチェンに大具を取っちゃうぞってショックを与えて自覚を促したり、フィルモア皇帝との関係を国民に見せるために、ああいう格好をしていたのだ。無自覚な愛者やチャーとは全然違う。愛者やチャー派、ここではあえて女の武器と言うけど、女の武器なんて使ってませんって顔しながらも、無意識にめっちゃ使って、成果もゲットしている。だから00に腹黒いとか恐ろしいとか言われるんだ。無自覚に人の心を一瞬で溶かしてしまう、と。その結果、利害を超えた選択に導ける、ということかしら。アマテラスは王朝の調整役として、そういう役割を果たす人物が必要不可欠だと分かっている。だから設定資料集とかでも、チャーが王朝の重要人物だとされているんだろう。本当にそうなのかしら？そんな気がしてきたわ。そしてこれはイラストなどからの推測だが、チャーとヨーンの間に子供が生まれるのはまず間違いがないと思う。こうなると、ファティマ・パルスエットの血はフィルモア王家とアマテラス家の両方に流れるということになる。遺伝子はないけれど、この意味は大きいと思うぜ。ジークもヨーンもパルスエットの輸血で生きながら得たものね。そんなわけで愛者とジークの会談は、フェミニズムを超えて、女性らしく活躍するとはどういうことか、女性の本質的なパワーは何なのかってことに自覚的なエピソードだったと思う。このあたり、長野先生は富野監督の弟子だったのを思い出すわ。さて、ここまで話して残るのはアーリー・ブラスト。彼女は完全に恋愛感情で師匠を手にかけ、バッハトマを裏切った。これ、巴とデコースの話はさておいても、表向きの理屈としては完全に巴が正論なのよね。でも、そんな抜け人区の位置がミラージュにスカウトされるわけだ。しかもその理由が主が劇場に駆られて動く人間を面白がられるそういう輩の行動が巡り巡って世を変えるきっかけになるという。アマテラスが人の感情を重視しているってことかしら？
そう、結局は感情こそが世界を動かすエネルギーなんだよ。強固な損得感情を超えた合理的でない選択をするには、強烈な感情が必要なんだろう。そういう活力ある世界を5スター物語では書いている。戦争がただの金儲けの道具だっていうのもノンナに言わせているし、その戦争ができレースだっていうのは元老院の立ち回りで明らか。みんな自分の利益のために戦争を使っている。そんな動物的な世界に、個人の強く気高い感情で立ち向かっていくわけ。これだけが損得感情を超える方法だ。もともと長野先生は端末で AI にも触れているし、人類が点滅する光になり下がった恐怖の未来もかなり昔に描いているよな。だから長野先生は人間らしさってことについて、かなり自覚的な作家だと思う。加えて、アマテラス自身の情緒が人間と本質的に異なっている、という部分もあると思うわ。そういえば連載時、5スター物語で中央銀行なんて話が出た時はびっくりしたぜ。しかもジョーカー太陽星団はフェザーっていう金本位制なんだ。1フェザーは500円、フェザーゴールドは50万円って描写もあった。じゃあ、発行には金の裏付けのある通貨なのね。エネルギーコストがうんぬんなんて話をしているコマもあったから、核融合で金を作り出すコストの方が大きいから、無限に金を増やせないってことなんだろう、きっと。ちなみに当初のドルは金と交換できる紙幣だったが、今ではそうではない。じゃあどうして各国はお金をすれるの？どうやってお金は生まれるの？と言ったら信用創造というからくりがある。BIS とかひっくるめて長くなるから説明はここではしないぜ。何せ以前、別の動画で信用創造と国際金融についてちらっと触れたら、そんなものはない、陰謀論者ってコメントがついたくらいだからな。うわジョーカー太陽星団の金融が一体どういう制度なのか不明なんだが、金本位って点は不思議と2025年の地球とシンクロするよな。ああ、それはオカルト、陰謀論クラスタの人が喜びそうなネタね。投資クラスタもな。多分、長野先生の無意識のアンテナがキャッチしたんだと思う。本当にシャーマンだわ。そんなわけでとんでもないところで18巻は終了。そしておまけが面白い。ファティマの正体とか生成 AI への嫌悪感とか、最新の兵器事情とか、かなり読み応えがある。生物の設計はわずか4種類の塩基で決められているが、生命情報や記憶情報を司るのはそれだけではない。っていう一文には、リンパ理論の動画を作った時のことを思い出したぜ。DNA をコピーしても記憶がない本人そっくりの別人が生まれるだけって話ね。だから再生には絶対に別の場所にある情報を使う必要がある。これは必然的にイデア界というか、あの世の皇帝にも繋がってくる。宇宙を再生する記録があるとして、それを保存する場所はどこか。この世に記録媒体は置けないぜ。刀は自分自身を切ることができないのだから。ヤージャニャバルキャとかナーガールジュナとか空海とかゲーデルみたいな天才は、言語や数学の限界を把握していた。ある体系は、その体系内で無矛盾を証明できない。自分で自分自身を証明することはできないんだ。なんだか難しい話ね。そして人の記憶の不確かさと誤りを修正してくれる AI の話も面白い。これはまさに今ホットな話題で、幻覚ハルシネーションを起こすのは AI だけじゃなくて人間もだってこと。むしろ人間の方が頻度が多くて、しかも気づいていない可能性がある。それを正してくれるのがファティマってわけ。人間の方が間違っているっていうのはある気がするわ。身近なところでは、朝礼誤解、記憶障害の上司なんて珍しくないよな。ふふ。そしてカレンのイメージの変遷も興味深いな。以前紹介した小説版ゼータガンダムのイラストにあるハマーンがまさにそれだ。今のハマーンとは似ても似つかないわよね。長野版ハマーンだな。明らかにコクピットが広すぎるけど。髪の色がピンクじゃないからわからなかったわ。最後のファイアウィッチのイラストもそうだけど、本当に長野先生の仕事は数十年スパンだぜ。40周年のニュータイプ本誌のインタビューでも、継続力がすごいって言われていたわ。本当にそれな。その継続からしか生まれないクリエイティブがある。そしてそれはインスタントに模倣することはできない点でオリジナル性が高い。本当に長野先生は似た人のいないクリエイターだわ。そんなわけでもう1万字以上だ。他にも色々思いつくことはあるが、それはこれから作る限定動画に回して、とりあえずこの動画はここでおしまいにするぜ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。